今日からサムエル記が始まります。第一サムエルと第二サムエルとなっていますが、本来はその区切りはなく、一冊の書物となっています。サムエル記は聖書の中でも非常に大切な要となる書簡です。それはサムエル記の中でイスラエルにとって歴史的な大変革が起こったからです。サムエルは最後の裁き司、また最初の預言者と呼ばれます。背景は四式やルツ記に見る無政府状態で、そこではイスラエルには王がいなかったという言葉がしばしば出てきました。サムエル記ではついに時代の大変換が起こり、イスラエルに最初の王サウロが起こされるという出来事が起こるんです。そこで出エジプト記ヨシュア記にあった新政時代から四式ルツ記の無政府状態を経て、ついに王政時代に入っていくことになります。ここで四式の時代は終わりを告げて、サムエルは裁き司としての役割を終えて、新たに預言者としての役割を果たすようになっていきます。ここからの旧約聖書の歴史は、王たちと預言者たちという体制の中で進まれていくようになるんです。聖書の中で様々な預言者たちが登場して、預言書というものが書かれるのは、この大変換の上で起こったということができるんです。第一サムエル記はサムエルの誕生からサウル王が死ぬまでの約120年間を記録しています。預言者サムエル、サウル王、そしてしもべダビデという著名な人物が登場する中で、私たちは聖書の中で非常に重要なリーダーシップについて、神に選ばれる人の器と品性について、油注がれるとはどういう意味かについて深い洞察を得ることができます。私たちは皆例外なく規模の大小にかかわらず何かしらのリーダーシップを持っています。この3人のリーダーたちから主に喜ばれるリーダーシップを学んでみてはいかがでしょうか。